ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、初ですね、藤井風 Love Like This オフィシャルビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回歌声分析をさせていただく藤井風さんなんですけど、僕の音楽友達からですね、ずっと言われ続けていました。藤井風さんの歌声と楽曲は素晴らしすぎるから歌声分析動画公開してっていうね、もう半分お願いに近い感じのお話をいただいていたんですけど、そんなタイミングでですね、おすすめとして藤井風さんの今回歌声分析をする Love Like This がですね、表示されて、これは何か運命的なものを感じたなっていうふうに思って今回カメラを回しております。そして歌声分析をしたんですけど、たった一言、天才ですね。楽曲も素晴らしいし、アレンジもですね、懐かしさを感じる素晴らしさありますし、何より歌の表現、こちらがですね、もう天下一品だったなっていうふうに思います。終始テンションが上がってですね、汗をかいてしまいました。そういった感じでですね、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、藤井風 Love Like This 歌声分析 GO!うわー、いい声。いやー、たまらない声ですね。ものすごく温かみがあって優しい歌声、そして楽曲の雰囲気もですね、1960年とか70年80年ぐらいまでかな、いわゆるオールディーズって言われる時代のですね、懐かしい曲の雰囲気を感じますよね。この時代にこのサウンドを作り上げる藤井さん、素晴らしすぎます。僕ね、こういう雰囲気の曲大好きなんですよ。で、声の出し方なんですけど、少し喉の空間を広げてですね、そこで作られた声を鼻に入れる、こういう感じの声の出し方なんじゃないかなって思います。フェーレンみたいな。歌の専門用語では、口から喉にかけての空間を口腔共鳴、そして鼻の中の空間の響きを鼻腔共鳴って言います。もう一回聞いてみましょう。そして先ほどの説明プラス声に息の音を混ぜるテクニック、ウィスパーボイス、こちらも使ってますね。フェレン、こんな感じかな。次いきますよ。うわ、このやっぱ英詞がいいですよね。基本的に日本語よりも英語の方が歌のノリが出しやすいんですよね。決定的な理由としては子音の強さ、ここがものすごく大きなポイントになってくるんですけど、英語っていうのは子音がものすごく強く出る言語なんですよね。で、子音が強く出たポイントがアクセントって言われる強い音になって、そのアクセントが生まれるから歌のフレーズに躍動感が生まれてくるっていうか、もう一回聞いてみましょう。子音がものすごく出ていますよね。いやー、この雰囲気最高だな。すごい癒されますよね。次いきますよ。お、ものすごく体を鍛えてらっしゃるんですね、藤井さん。いやー、男性目線から見るとね、やっぱこうやって鍛えてる肉体を見るとね、めちゃくちゃ憧れちゃいますね。僕もジムに行って体を鍛えてはいるんですけど、なかなかね、藤井さんみたいなスタイルにはなれないですね。すいません、話が脱線しました。やっぱり全体的にウィスパーボイスを使いながら歌ってるんですね、藤井さんは。このね、息の感じが耳元で囁いているような雰囲気がして、めちゃくちゃかっこいいですよね。で、低音の響きもすごくかっこいいし、
なんか話すように歌うっていう表現が僕の中では一番藤井さんの歌に合ってるんじゃないかって思うんですけど、すごく自然な雰囲気がする歌声っていうか、で先ほど言った低音の声の響きなんですけど、すごく男らしいかっこいい声じゃないですか。これどういう風に出してるかっていうと、肺の中の空間、胸腔共鳴という声の響きの成分がいっぱい出ている声です。この声もですね、喉の空間を広げて声の意識を胸にこう落とすような、そういうイメージで歌うと胸腔共鳴の響きがこう増幅されたような歌声になってくるんですけど、大げさにやるとこういう感じの声の響きなんですけど、もう一回聞いてみましょう。レアレテみたいな、今先ほど言った胸腔共鳴の響きをですね意識して歌ってみたんですけど、音域によっていろんな声を使い分けて藤井さん歌ってます。次いきますよ。いい。うわ、かっこいいなあみたいな。ちょっとね、僕ごめんなさい、今下手くそでしたね。R&B 歌手のようなものすごいテクニックを使ったフェイクが入ってましたね。こういう歌も歌えるんですね、藤井さん。すごすぎませんか？もう一回聞いてみましょう。ほら、ダーリンみたいな。なんか僕がやるといまいちですね。ごめんなさい。いやー、めちゃくちゃかっこいいですね。次いきますよ。また出てきました。さらっと歌う感じがめちゃくちゃかっこいいですよね。難しいフレーズが来るから構えて歌うみたいな感じではないじゃないですか。いやー、めっちゃクール。もう一回聞いてみましょう。ほら、さらっと歌ってますよね。すごすぎます。次いきますよ。今 B メロに突入した最初の音がね聞こえ始めましたけど、すごいパワフルな感じの雰囲気ありましたよね。 A メロは全体的にふわっと歌って B メロでこう歌声で盛り上げる感じの表現なのかな。このまま B メロ行ってみましょう。うわ、めっちゃいいメロディー。そしてやっぱり声のパワー感が少し増えてますよね。ここで藤井さんどういう風な声の出し方にシフトしたかっていうと、声量を上げたっていうのと、あとはですね、声の支えを胸に持ってきたんですね。これ先ほどの胸腔共鳴とは違って、あくまで声の安定感を出すためのポイントのイメージなんですけど、声の張り感が増えるんですよね。ララ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 みたいな。これをなくすと、ララ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 ちょっとふわっとした感じになりますよね。胸の支えを足すか足さないかで声の雰囲気って全然変わってきます。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。もう終始かっこいいっていう感想しか言えないです。素晴らしすぎて。そして先ほどもちらっと言ったんですけど、やっぱ英詞の曲僕好きですね。20代の頃はですね、邦楽を聴くっていうよりも、洋楽のこのやっぱり英詞の雰囲気がものすごい好きで、洋楽ばかり聴いていたんですよね。藤井さんの曲って全曲英詞なんですか？いや、他の曲も知りたいですね。ぜひおすすめの曲なんかありましたらコメントで教えてください。次いきますよ。うわ、タバコを吸ってる藤井さんがイケメンすぎてね、思わず止めてしまいました。僕もね、紙タバコを吸っていた時期があったので、タバコにね、注目してしまったんですけど、このワイルドな感じがね、めっちゃイケメンですね。で、今の部分も音域は下がったんですけど、基本的には先ほど説明した胸に支えを持ってくるイメージを使って歌う。ここは同じですね。もう一回聞いてみましょう。心地いいですね。声もいい、曲もいい、そして楽曲のアレンジも素晴らしい。もう完璧な楽曲なんじゃないでしょうか。次いきますよ。
今一瞬曲の雰囲気が切ない感じが出たじゃないですか。この雰囲気もね、かっこいいですよね。で、この切なく聞こえる雰囲気のポイントを優しく歌うからこそ、このものすごく寂しいような雰囲気を表現してるんじゃないかって思います。もう一回聞いてみましょう。で、歌声の話ではないんですけど、リズムの取り方、ここも結構ポイントになっているなっていうふうに僕は思っていて、今の日本の音楽業界のボーカルのリズムの取り方の主流としては、こういったゆったりしたテンポの楽曲は前乗りとか早取りとか言われるタイプのリズムの取り方を使うのが主流なんですよね。それはどういうリズムの取り方かっていうと、Love Like This のテンポってタン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 、このテンポなんですよ。これをですね、倍のテンポで取って歌うんですね。タタ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 。そうすると、先ほど言った前乗りとか早取りっていうリズムの雰囲気が出て、歌のフレーズ自体に疾走感が生まれてくるんですけど、藤井さんはそのリズムの取り方じゃなくて、タン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 、このリズムの取り方で歌ってます。じゃあこのリズムの取り方で歌うとどうなるかっていうと、後乗りとか遅取りって言われるリズムの取り方で、歌のフレーズ自体に全体的にこう溜めたような雰囲気が出てくるんですよね。その雰囲気がですね、楽曲の雰囲気とものすごく合ってるんですよ。おそらくそういうところまで考えて藤井さんは歌ってるんじゃないかなっていうふうにね、僕は推測します。次いきますよ。最高ですね。で、音域的にもそこまで高い音域をチョイスして藤井さんは歌っていないので、これカラオケとかでもすごい歌いやすいですよね。やっぱりこういう素晴らしい曲ってカラオケ行った時にものすごく歌いたくなるじゃないですか。カラオケの人気ランキングでも上位に食い込んでくるんじゃないですかね。僕カラオケ行ったら歌いたいですもん。次いきますよ。です。ここね、歌い直してる感じがかっこいいですよね。このテクニックをしゃくりって言います。目的の音に対してちょっと低めの音から入って、クイッとこうしゃくり上げたように歌うテクニックなんですけど、これを入れることによって、ポイントポイントで疾走感を作り上げることができます。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、でーすみたいな感じになってますよね。いや、すごい細かいところまで考えて歌ってますよね。次いきますよ。で、この辺のポイントはですね、音域が高くなっても声のパワー感っていうのを上げることなく歌ってますよね。低い音も高い音も一定のパワー感で歌ってるっていうか。で、声の自然な流れとしては、音域が上がるとともに、こう声のパワー感が増幅していくっていうのが、まあ普通なんですけど、その辺さすがですよね。音域が上がっても声のパワー感を一定にキープする、この素晴らしいテクニック。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、最後の音がタタタタタラタタみたいな感じで上がっているじゃないですか。ここのポイント、普通だったら少しくらいは声にパワーが乗ってもおかしくないんですよ。それを低い音と同じパワー感で歌うってね、これはえぐいですね。次いきますよ。ここがかっこいいですよね。僕がやるとどうしても一つ一つの音の粒立ちが大きくなっちゃうんですけど、藤井さんのフェイクはですね、流れるように音が移動してるっていうところが美しくもあり、テクニック的にもものすごいことになってるっていうね、これはね、すごすぎますよ。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、すごいですよね。この流れるような自然な雰囲気ね。たまらないですね。次いきますよ。いい。うわ、裏声の柔らかさすごいですね。で、これただの裏声じゃなくて、胸の胸腔共鳴の響きをメインで使った
裏声なんですよね。なので聞き方によってはすごく優しい地声っていう風にも聞こえると思いますし、先ほど言ったように裏声っていう風にも聞こえると思いますし、これ歌の専門用語ではミックスボイスっていう声です。地声と裏声の中間の声だったり、地声と裏声を混ぜた声っていう風に言われているんですけど、もう一回聞いてみましょう。フェーユーのところ。僕だとね、このぐらいの音域だと、裏声であの声を出すのはできないんですよね。今みたいに地声で出して、ウィスパーボイスで柔らかさを表現するっていうやり方の方が僕は得意なんですけど、藤井さんはね、裏声で地声のような質感で、この部分表現してますよね。この声すごい。次いきますよ。ここで1番が終わりなんですね。ここまででものすごい声がね、いっぱいあって、僕は今ね、藤井さんの歌声に夢中になってますよ。素晴らしすぎて。次いきますよ。で基本的には1番で表現した雰囲気を2番でも再現してるっていう感じですよね。歌で同じ雰囲気を繰り返し表現するってかなり難しいんですよね。やっぱり歌って生ものですので、歌うたびに雰囲気が変わるって方の方が多いと思うんですけど、やっぱりね、この再現性も素晴らしいんですね、藤井さんの歌は。もう一回聞いてみましょう。かっこいいですね。セーションのところがちょっと節回しを変えたっていうぐらいで、全体的な雰囲気としてはやっぱりね、1番の雰囲気を2番でも再現してるっていう歌い方ですよね。次いきますよ。いい。今、ザッツの後のビーンの音、ちょっとだけリズムを溜めた感じで歌ってますよね。ここのね、引っかかるような感じがね、めちゃくちゃかっこよかった。で、その雰囲気の後のフェイクでしょ？たまらないですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。このためかっこいいですね。この辺は1番ではなかった表現かな。リズムを溜めるっていう表現の仕方。素晴らしい。次いきますよ。前半のウィスパーボイスの息の量がこの曲始まってから一番多いような感じですよね。物悲しい雰囲気を表現しようと思ってそうしたのかな。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。そうだみたいな。ここの2単語を息の量を増やしたようなウィスパーボイス使ってますよね。やっぱりね、ポイントポイントでの表現力が素晴らしすぎますね。全体で歌を表現するんじゃなくて、ピンポイントで表現の仕方を変えてるっていうか、いや、ここまで細かい表現方法を使ってるボーカリスト、僕初めて歌聞いたかもしんないです。それぐらいレアかなって思います。次いきますよ。かっこいい。二回し目の A メロからメロディーの雰囲気も変わってくるんですね。で、全体的にハモリが入っていて、きらびやかな雰囲気も出ているし、なるほどね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。これ上ハモリかな？メロディーに対して上でハモってるタイプのハモリですよね。いや、こういうコーラスワークで雰囲気を変えてくるっていうのも素晴らしいアイデアですよね。次いきますよ。ライディング。ここもね、いいですよね。音が上がってからこう下降音階でフェイクを入れるっていうね。いやー、すごすぎる。次いきますよ。で、ここでハーモニーが消えるんですね。ハーモニーが消えた瞬間、一気に物悲しい雰囲気が出ていて、その雰囲気が心に染みますね。じゃあ次 B メロいきますよ。ここいいですよね。
B メロのパワー感が上がった雰囲気、めちゃくちゃ好きですね。で、声のパワー感は上がってるんですけど、藤井さんの歌声、ここまでの声を通してなんですけど、喜怒哀楽の感情はあえて入れないようにして歌っているのかな。ある意味淡々と歌うっていうか、でもその淡々と歌う歌声がめちゃくちゃかっこいいですよね。個人的にはね、ものすごくそこに美学を感じていて、必要以上に感情を入れないけど、歌の世界観はものすごく伝わってくるっていうね。これすごすぎますよね。もう一回聞いてみましょう。いい。すごくいいですね。やっぱり僕とかだと、歌に喜怒哀楽の感情を入れようとしちゃうんですよね。伝わりづらい歌になったらどうしようっていう不安が大きくて、そういう風に僕だったらね、しちゃうんですけど、藤井さんほどの表現力があると、やっぱりね、一周回って喜怒哀楽を入れなくても雰囲気を伝えられるっていうね、もう本当にね、最強すぎますね。次行きますよ。でもよく聞くと、ほんのり明るい感じの声なのかな？ A メロに比べると。ちょっとなんか微笑んでるような雰囲気を感じ取れたんですけど、でもさっきね、喜怒哀楽の話をしたからそういう風に今聞いて感じただけかもしれないし、なんとも言えないんですけど、個人的にはね、少し微笑んでいるような声かなっていう風に思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。Love like this のあたりがほんのり明るいかなっていう風にやっぱ思うんですよね。そこにね、優しさを感じて、ほっこりしちゃいました。次いきますよ。かっこいいね。やっぱここのね、切ない楽曲の雰囲気に対して、ふわっと入る歌声、刺さりますね。次いきますよ。このパラダイスのところの音がね、またおしゃれですよね。これ音楽用語でブルーノートって言われる音なんですよ。楽曲的に聴いて落ち着く音はパラダイスなんですけど、ちょっと低い音を狙うんですよね。パラダイスみたいな。今ね、バックの音がないので、音の違いが分かりにくいかもしれないんですけど、あえてちょっと低い音を狙って歌うことによっておしゃれな雰囲気を出す。それがね、ブルーノートです。ジャズとかでよく使われる音階かな。もう一回聞いてみましょう。パラダイス。めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。今よく聞いて気づいたんですけど、割と全体的に強い音で歌ってるんですね。アクセントを多めに入れてるっていうか。そうすることによって、バックのサウンドのビート感に歌声のノリを合わせるようなニュアンスが出てるんですよね。で、ここのリズムパターンもドットパトドットパトみたいな感じのリズムなんですよ。そこに、タタラタラタラタタタタタみたいな。全体的に強い感じで歌って、歌と楽曲、要は曲全体でノリを出してるポイントかなっていうふうに思います。これを音楽用語ではグルーブって言うんですけど、このね、グルーブ感がすごいたまんないですね。もう一回聞いてみましょう。先ほど言ったグルーヴ感が出てる理由としては、やっぱりね、英詞の子音、これがね、キーポイントですよね。声はすごくふわっと藤井さん歌ってるんですけど、子音の強さでノリが出てるっていうね、最高にかっこいいです。次いきますよ。2番のこの最後の You とか Do のところ。1番はなんかもっとふわっと歌ってたと思うんですよね。2番は音の実音をクリアに聞かせるように歌ってると思います。もう一回聞いてみましょう。ほら。ほら。すごく語尾の音がクリアですよね。語尾の音の表現の仕方一つとっても変化を加えるだけでものすごい雰囲気が変わって聞こえますね。いや、これね、僕もね、勉強になりますよ。藤井さんの歌声聞くと。次いきますよ。このフレーズ得意ですね、藤井さん。こ
このフレーズ。僕もね、大好きなフレーズなんですけど、もう藤井さんぐらい一流のボーカリストになってくると、癖でこういうフェイクを入れていたりするんですよね。藤井さんがね、実際癖でフェイクを歌っているかどうかはわからないんですけど、楽器を弾いてる人も手癖って言われるフレーズがあって、無意識に弾いてるとなんかいつも同じフレーズ弾いてるなみたいな、そういうのを手癖って言って、歌もですね、鼻歌を歌ったりするときに癖で同じメロディーをこうフェイクで歌っちゃったりするフレーズがあるんですけど、もしかすると藤井さんこののフレーズ癖になってんのかもしれないですね。いや、癖でこんなね、口頭フェイクを歌えるっていう方が逆にすごいんですけど、次いきますよ。このね、やっぱ裏声いいですよね。すごく癒される。いやーもうテンション上がりすぎて、今ね、エアコン効いてるんですけど、若干汗ばんでますもんね。素晴らしすぎます。次いきますよ。うわちょっと待ってください。ごめんなさいね。さっきから小刻みに止めてしまって。もうね、注目するポイントがいっぱいありすぎて、すいません。こういう感じになっちゃってます。今またね、ものすごいフェイク出てきましたよね。もう一回聞いてみましょう。こんな感じかな。難しい。後半にして超高等フェイクですよね。いやーすごいですね。僕もね、さっき言った20代の頃洋楽ばっかり聴いていたって言ったじゃないですか。その頃にどんなジャンル聴いていたかっていうと、ボーイズトゥーメンとか R&B 系のコーラスグループの楽曲をよく聴いていたんですよね。で、ボーイズトゥーメンってフェイクめちゃくちゃやるんですよ。今の藤井さんみたいな。ああいう難しいフェイク。僕もね、それに憧れて、すごい練習したんですけど、結局ね、最終的には、完璧に再現はできなかったですね。なんかそれっぽいことはできるんですけど、どうしても一つ一つの音の粒立ちがはっきりしすぎちゃって、演歌の拳っぽく僕がやると聞こえてしまうみたいな。いやーだからね、藤井さんのこのフェイク憧れちゃいますね。次いきますよ。今も最初の音すっごい溜めてましたよね。こういう溜めを使ってるボーカリストね、素晴らしいですよね。超かっこいい。そして映像ではバイクで怪我をしちゃったのかな、藤井さん。このミュージックビデオのストーリーも気になりますよね。後でね、こっそり映像のストーリーに集中してね、見てみたいと思います。次いきますよ。あ、そういうこと？なんか荷物取られちゃいましたね。そういうストーリー？バッドエンド的な？続き気になりますね。いきますよ。いや、ディースのところ。ここはですね、鼻の中の鼻腔共鳴っていう響きをメインで使った声なんですよね。高い声っていうのは鼻の中に声を入れるイメージで歌った方が出しやすいんですよ。おそらくその性質をですね、うまく使って藤井さん今のところ歌ってたんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほら、この声がかすれてる感じもね、めちゃくちゃかっこいいですよね。で、うっすら入っているちりめんビブラートね。細かく揺れるタイプのビブラートをちりめんビブラートって言うんですけど、で、さっきから言ってる藤井さんの超高等フェイク。あれ、ちりめんビブラートをしながら音を動かすと、ああいった高速フェイクになるんですよ。一音一音はっきりと声で輪郭を出してるんじゃなくて、ビブラートの揺れをうまく使って一音一音の輪郭をはっきり出すっていうテクニックです。みたいな。ビブラートとしては、って感じなんですけど、音は、これです。この二つを組み合わせると、っていう風になります。藤井さんはね、このテクニックがね、もう超一流ですね。次いきますよ。うわ、素晴らしい。いや、この最後にしての壮大なハーモニー、素晴らしいですね。次いきますよ。ほら、超綺麗。なるほどね。エンディングで語りみたいな感じのが入ってくるって感じか。うわ、もう最後の最後まで気が抜けませんね。楽しみがね、ずっと続いてますよ。次いきますよ。
このままフェードアウトで終わるって感じですか？でもあと20秒ぐらいあるから、まだなんか最後一仕掛けありそうですよね。見ていきましょう。ゆっくりとしたフェードアウトなんですね。なるほど。いやー、素晴らしすぎましたね。以上、藤井風Love Like This歌声分析はここで終了です。いやー、今日初めて藤井風さんの歌声と楽曲聴かせていただいたんですけど、全てにおいてパーフェクトすぎますね。楽曲もですね、すごくいい曲ですごいアレンジだし、歌の表現力も素晴らしい。声の扱い方もですね、もうほんと天下一品ですよね。いやー、本当に感動しました。これからも藤井風さんの楽曲のですね、歌声分析動画公開していきたいなっていうふうに思ったので、ぜひ皆さんのおすすめ曲をですね、コメントで教えていただけたらなというふうに思います。そのコメントの中からピックアップさせていただいて、歌声分析動画公開していきたいと思っておりますので、ぜひ皆さん協力の方をよろしくお願いします。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。